今日は去年アップして好評だった25の質問第2弾ということで、なんであの動画があんなに伸びたのかよくわからないんですけど、動画の中で他に質問があれば送ってくださいと募集したら100通以上飛んできまして、でもそのうち7割くらいがエッチな質問でしたね。YouTube で使えないようなものもあって、今回も厳選した25の質問に答えていこうと思います。売り線買ったことありますか？またはやったことありますか？買ったことはないですね。あと、過去に売り線やってたら 100% どこかの SNS でYouTube やってるおりょうってやつ、元なんとか学園のアキラだよとか、売り線の公式サイトの目隠し写真とか添付して、絶対誰かが書きますから、狭い世界なんでね。どちらもないです。ゲイビデオに出たことありますか？これもさっきの質問と一緒で、ゲイビデオに過去に1本でも出てたら、絶対に誰かが、あいつ、KO ビデオのなんとかシリーズ3に出てた、ユータだよとか書くんで、別にそういうのやってた人たちを否定はしませんけどね。自分はエロ系の仕事をしたことは一度もないです。股間のサイズを教えてください。こんな質問してくるんじゃねえよ。もっと筋トレ動画とか肌色系上げてる20代のゲイ YouTuber に質問しないよ。サイズですか？自分で測ったこともなければ、こんくらいですって生で見したら YouTube バンされますよね。でも、証人が一応この世の中には何人かいるんで、嘘はつけないっすよね。その人たちもこの YouTube 見てたりするんで、真面目に正直に答えるなら多分、これ根元からってことなら、これ傍聴時ですよね。まあ、20くらいじゃないっすか。背が180あるんで、必然的に長さは出ますよね。体格的に。うち家系がみんな身長高くて、母親も女で身長170あったんで、で、父親のブツも風呂場で何回か見たことあるんですけど、今考えると、めっちゃでかかったっすね。平常時が膨張時レベルでブラーンってしてましたね。おりょうさんと友達になりたいです。なれないです。友達っていうものは友達になろうって言ってなるものではないからです。気づいたらよく遊んでて何年も付き合いがあって初めてこの関係友達かもってなるものなんで、そもそもこの質問のメッセージを募集してるホームに友達になりたいですって匿名で送ってくるやつ絶対にめんどくさい人じゃないですか。あと僕たち友達だよねとかいちいち聞いてくるやつも苦手なんですよ。だから他に友達を見つけてください。おりょうさんに会いたいです。会えないです。あなたはこっちの顔とか声とか動画で知ってると思うんですけど、こっちはあなたの顔も声も年もわからないんで、まあおりょうさんのプライベートの SNS でも探して顔を晒してるアカウントでフォローしてきてください。性癖を教えてください。自分めちゃくちゃ普通なんですよね。なんか結構外でとか露出とかいるじゃないですか。全くそういう性癖もないし、唯一あるとするなら相手の顔を見るのが好きですね。だから顔が見えない体位とかは好きじゃないんですよ。目隠しとか顔マスクとかもうそういうの全く興味がない人間ですね。45歳で派遣バイトしてるゲイをどう思いますか？どう思うというのはいいか悪いかって意味ですか？別に働いてるんだったらどんな仕事だろうと同じじゃないですか。仕事にいい悪いもないし、会社役員だろうとアルバイトだろうと、
そこだけで人間性って決まらないじゃないですか。勉強できて高学歴でエリートでも人としてダメなゲイってたくさんいるんで、おりょうくんと呼ぶリスナーとりょうくんと呼ぶリスナーがいますが、どっちが嬉しいですか？そもそもおりょうって名前は自分で考えたわけではなくて、御殿場動画にいた友人がおりょうさんって呼んでくる時期があって、で本当は自分りょうチャンネルでやりたかったんですけど、その友達にりょうなんて名前ありきたりだし被るし、もっと違う名前にした方がいいんじゃないって言われて、でおりょうにしただけで、別にこの名前に愛着ないんですよねYouTube で検索した時に出てきやすいようにりょうに「お」をつけてるだけなんで、だからりょうくんとかりょうさんの方が嬉しいですけど。おりょうさんいつもかっこかわいいと思い見てます。髪型綺麗と思ってますが、ワックス何使ってますか？香水とかは？ワックスはこのオージスっていうところのゲラスティックというヘアジェルを使っています。美容師に勧められて。これベタベタしないし、シャワーでさっと落ちるんで、何年もこれしか使ってません。で香水は一応ブルガリのプールオムオードトワレっていうのを使ってるんですけど、なんかあんまりこう習慣づいてなくて、かなりの頻度でつけるの忘れて外出ちゃいますね。だから何年も前に買ったのにまだ半分以上残ってます。夜の営みの時に声を出すタイプですか？移動中とかによく聴いてる曲は何ですか？よく聴いてるのは、これ見方が分かんないんで、履歴で昨日の移動中に聴いた曲でいいですか？村下幸三、日だまり、高橋由美子、あなただけを、石川さゆり、朝花、x ジャパン、エンドレスレイン、小坂明子、晴れのち晴れ、デビー・ギブソン、Without You、畑基博、虹が消えた日、島倉千代子、あの頃に届け、ウインク、いつまでも好きでいたくて、パク・ヨンハ、時間をまた戻しても、大橋純子、黄昏マイラブ、少年隊、君がいた頃、岡村孝子、夏の日の午後、ホイットニー・ヒューストン、恋のアドバイス、Didn't We Almost Have It All ですね。金月まみ、虹の彼方へ、ザード、目覚めた朝は、尾崎豊、太陽の破片、ザード、もう探さない、千秋直美、赤い花、久保田利伸、ミッシング、松本紀子、瞳の中のブルー、ザード、さよなら言えなくて、ソニン、アスナロ銀河、バンバン、いちご白書もう一度、テレサテン、香港、小泉京子、フェードアウトですね。昨日流れた曲はいつも2000曲くらい入ってるんですよ。プレイヤーのシャッフル再生なんで、サブスクとか入ってないんですよ。昔の人間なので。でも、自分と音楽の趣味が合う人は多分視聴者にいないと思いますよ。のんけの男とゲイは友達になれますか？まあ、なれるんじゃないですか。今は疎遠になっちゃいましたけど、会社の取引先の人とか、あと同じ趣味ののんけの人とか仲良くしてた時期ありますよ。ただ皆さん結婚されて東京から引っ越したとかで疎遠になっちゃいましたけど、そこが難しいですよね。生活スタイルがやっぱり合わなくなってくるんで。焼肉とお寿司ならどちらがごちそうと思いますか？すごいどうでもいい質問ですね。焼肉は有限定みたいなところで、寿司は回らない職人が目の前で握ってくれるところってことなら寿司じゃないですか。ただ寿司って北海道行けば手頃な値段で本当にクオリティ高い東京の高級寿司屋で出してるようなものを回転寿司でも食べられたりするんで、
自分は北海道行くと必ず回転寿司で食いだめするんですよ。だからそう考えたら焼肉の方がごちそうかな。自分は和牛のサーロインが一番好きです。すき焼きとかでも。清潔な印象がありますが、綺麗好きと潔癖ならどちらに分類されますか？綺麗好きだと思います。潔癖ではないですね。ただタオルは一度使ったら洗濯しないと使えないとか、そういう部分はあるんですけど、あとどんなに疲れて眠い状態で外から帰ってきても必ず寝る前にシャワーを浴びて歯を磨いてからじゃないと気持ち悪くてベッドに入れないっていうのは昔からあります。でも別に家の掃除とかそんなに頻繁にしないし、ベッドのシーツも毎日とか変える人いますけど、あれクソめんどくさいじゃないですか。だから全然変えない。潔癖ではないと思いますけど、ただ口に入るものに関しては潔癖というかこだわりが強いかもしれないですね。例えば納豆を食べたネバネバの箸で他のものをつまんだり味噌汁の中に突っ込んだりってできないんで、納豆はもう食事の一番最後にいつも食べて、ご飯もなるべく汚さずに食べたいというか、さすがにカレーとかは同じ皿で食べますけど、でもぐちゃぐちゃにルーと混ぜて食べたりとかは絶対しないですね。だからおかずをこうご飯の上でワンバウンドして食べるとか嫌なんですよね。米が汚れるからでもカツ丼とかステーキ重とかそういうのは好きなんです。自分でも謎なこだわりですね。リスナーと恋愛はできますか？いや、タイプだったら全然できます。なんか視聴者とは一線引いちゃうとか言ってる人いますけど、意味わかんないですね。スタージあるまいし。最近読んだ漫画はありますか？吉田元井先生の官能先生という漫画ですね。もともと恋風って作品が高校生の頃大好きだったので、その作者の漫画は全部コミック買ってます。学生時代の柔道着を見せてほしいです。思い出話も聞きたいです。この質問のためにわざわざ押し入れを1時間探しました。もうちょっと黄ばんでますね。この動画で見せた後に捨てます。ここちょっと名前名字が入っちゃってんでテープで隠してますけど、まあこれは高校の時の柔道着かな。多分ね今もね着れるんですよね、サイズ的に。まあこんな感じで。でこれ下ですね。これで着てやーってやってましたよ思い出話、自慢じゃないんですけど、中学の時はクラスで一番強かったです、柔道は。ただやっぱ背が一番高かったんで有利ですよね、そこはね。でも高校に入ってからは強い生徒が何人もいて負けまくって、こんなはずない、不正だって悪あがきしてましたもし行けるならどのアニメ過去ゲームでもかの世界に行きたいですか？動物の森の世界ですね。正直あんまり人間が好きじゃないんですよ言葉を喋る動物と暮らして生きていきたいです。おしゃれなお部屋作りで気をつけてることなどありますか？確かに家の DIY はしますけど、全然おしゃれだと思ってやってないですよ。中古でこの一軒家を買ってボロい壁とかが嫌だったからしただけで、だから気をつけてることは値段ですよ。そりゃすごいお金かけたらおしゃれな内装になるのは当たり前なので、うちのセルフリフォームは北海道の材木屋さんが閉業するってなった時に全品8割から9割引きになったんですね。それで10万円以上買ったら送料も無料になるっておまけ付きで、その時に30万円分の加工済みの材木とかいろいろ買ってるんですね。実際に買ったら300万くらいしたと思うんですけど、本当にいいタイミングで
で、この1階を材木置き場にして、もう足の踏み場もない状態になって、で、2階が当時畳の部屋だったんですけど、全部畳を剥がして、木で骨組み作って、で、フローリング乗せて、で、2階が完成したら、1階の材木を2階に運んで、今度は1階の床を剥がして直してみたいな、半年くらいは本当に足の踏み間もない状態で地獄だったんですけど、でも楽しかったですね。家を壁から床から丸ごと DIY するのは。電動ノコギリ2台壊れましたよ。家庭用の小さいやつだったんで。どこの発展場に行くんですか？発展場行かないんですよ。人生損してるかなって感じはするんですけど、ふんどしバーは行ったことあります。ふんどしを締めて酒を飲むっていうところですね。たまにエッチなハプニングがあったりするみたいですけどね。自分が行った時はなかったです。誰か誘ってください。行ってみたい国はありますか？映像の世紀が好きなんで、レギュラーキャストと言ってもいいヒトラーのナチスドイツ系を見すぎた影響で、アウシュビッツ収容所をこの目で見ておきたいなっていうのはあるんですけど、行くのが大変って聞くんで、ただ何年か前に吉永小百合さんがプライベートで行ったんですよね。だから年取ってもワンチャン行けるかなと思ってるんですけど、まああとその関連でフランスのオラドゥール村かな、行ってみたい場所は。次、2つ似たような質問なのでまとめて読みますね。対人関係で嫌な目にあったとき、おりょうさんは引きずるタイプですか？またどうやって立ち直っていますか？ここまでが1つ。で、次が動画で誰かに怒ってるみたいなの何本かありますが、人生で一番許せない相手はいますか？その人の名前や何をされたのかとか言っちゃってくださいっていうね。この質問まとめて答えますね。YouTube のネタとして過去の対人関係で嫌な目にあった話を喋ってるだけで、今でも恨んでますとか動画では言いながら、実際は正直どうでもいいと思ってることが多いんですよ。むしろ今では動画のネタ提供してくれて、ありがとうとは思わないけど、無駄な経験って人生にはないなと思ってます。その時はイラッとするけど、寝たら忘れるというか、ただ寝ても忘れられなかったのが一回だけ、人生で一人だけ許せない相手はいますね。もう見事にプライドから尊厳から何から全てボロボロにしてきた年上のゲイが一人だけいます。こいつだけは死ぬまで恨み続けるだろうなっていう。名前と何をされたのか答えてくださいってありますけど、ちょっと何をされたのかは言えないんですけど、名前なら別にいいか。達一郎ですね。さすがに名字は言いませんけど、毎日恨んでるとかじゃないですよ。ふっと皿とか洗ってる時に思い出した瞬間にもう、とんでもない、この野郎ってイライラが湧き上がってきますね。でも人生でただ一人だけ、そいつだけですね。本気で許せない相手は。自分が長生きして、そいつが最後どんな死に方をするのか見届けてやろうと思ってますよ。おりょうさんは自分が辛い時我慢しますか？ぶちまけますか？これだから1個前の質問で答えた許せない相手がいる話あるじゃないですか。でも何をされたとか詳細は友達にも誰にも話したことがないんですよ。 YouTube でもこれについてはネタにならない本気のやつなので喋ったことがなくて、そういう点では自分の中ですごく溜め込むタイプだと思います。動画で何でも話してる風に見えるだろうけど、本当に怒ってる話とかシャレにならない話は気軽に人に言えないタイプなんで、だから多分我慢するに入ると思いますね。グッズとかを販売したりしないんですか？結構皆さん T シャツとかいろいろ作って売ってますもんね。
一応昔、まあ何年も前ですけど、プレゼントで無料でアクリルスタンドとシールは作ったことあるんですけど、100名様プレゼントみたいな企画でね、とんでもない倍率だったんですよ。もう今ではレアグッズ化しちゃってるんですけど、なんかメルカリに一回すごい値段で出てたみたいですね。ダメですからね、転売は。もともとタダでプレゼントしたものを高い値段で売るのは本当にやめてくださいね。まあ捨てられるよりはいいですけど。だからプレゼントなら今後もあるかもしれないですけど、販売は今のところ考えてないですね。このメンバーシップっていう有料コンテンツが唯一うちのグッズみたいなもんですね。メンバーシップに入るとメンバー限定の動画や生放送が見れるようになるよっていうね、それがうちの YouTube チャンネルのメンバーシップがグッズってことで、はい、ファンクラブみたいなもんなので、皆さんぜひご入会ください。ゲイ YouTuber としてかなり人気ある位置にいる人なのに、オフ会とかファン向けの対面イベントをやらないのはなぜですか？まあ人気あるかどうかはわからないですけど、オフ会、そうですね。うちはそういうの過去に一度もやったことなくて、でも皆さん対面のイベント結構やられてますよね。ゲイのポッドキャストの人たちとかもよくやってる印象あるし、あと YouTube のゲイドラマに出演してる人たちとかはゲイバーで皆さん働いてたりするから店に行けば会いますけど、自分はゲイバーに入ってないどころか2丁目にも30超えてからほぼ行ってないので、だから他の人たちが会いに行けるゲイ YouTuber だとしたら、自分はこの世で一番会いに行けないゲイ YouTuber ってことでめったに人前に出ない、オフ会もしない、グッズ展開もしない、もうこれはゲイ YouTube 界の酒井泉ですね人前に現れない幻の存在ということで AI だと思ってこれからも応援してください。よろしくお願いします。ということで25の質問答えましたけど、まだまだ質問は募集しております。この動画の概要欄にある質問はこちらからというリンク先から送ってください。お待ちしています。